カウッド。新工業区総量開始に歓声が湧く中今年も蒸気不足に陥り手こ入れした我らがネッツ。そして春に大規模工事しようと準備してたが雪が止まず工事を発注。さあ雪解け前に工事を終わらせるのだとか思ってたら翌日雪解けたわ。おい。トリマ香辛料の在庫がない模様。原料の故障はあるからこれの対処でもしましょ。てか色々足りてないぜ。香辛料加工場故障が送られてくる倉庫前に牽制越。3階層構造のキノコ丸の真ん中に位置する倉庫部分、外から見えないところで地味に作業させられるのず。工業区みたいに最適化したいけどさすがに面倒で妥協しました。おい。密輸業者さんいらっしゃい。黄金全部くださいませってお前、ネズミたちの食料や寝具を。ここまで島を発展させたのは私、これは正当な報酬なのです。そのうち横領とかで逮捕されそう。炭焼き担当よ、厳しい冬の間燃料生産によく耐えてくれた。今日から定時で帰ることを許そう。ご褒美が通常業務、これが悪徳領主の生き様。もう春だし燻製でジロで使う燃料は大丈夫そうかな？徴税人が来たぞ。ギリギリまで無視。植林島ですでに工事依頼をしたことすら忘れてた穴を発見。多分蒸気管の埋没工事してたんかな？とりあえず道がないと不便だからわかる範囲でいいから直しとけ。多分冬も問題なく林業できるようにすれば OK かな？他の配管もごちゃごちゃしてるから少し整理しましょ。こんな感じになりそうろー。多少スッキリしたけど初期に適当に開発した地区だからなかなかに微妙な感じだ。護岸の堤防だけは立派だよ。だな。雪は溶けたけどまだ雪降ってる。大規模工事する気になれん。晴れるまで生産調整でもしよっと。高級厨房とか建てたけど作った蕎麦から消費されてるし、この辺ちょっと見直ししないとダメそうだ。でギリまで待って一番高くなる春の納税。今回は冬に用意させたソーシングとお魚で通常払い。要求通りの支払いで約2万、工業生産税が偉いことになってるぜ。この強欲にゃんこめ。新工業区建設中におざなりに採掘した結果、採掘現場がズタボロになっちゃったので再生中。採掘キャンプ動かすのが面倒で適当にやったらこのざまだ。こんな感じでおなしゃーす。足元を掘らずはしごを残して一段ずつ掘るのが楽かな？一段掘るたびに指示出す時点で面倒。難儀。爪の主から送られてきた応答派の密偵よ。貴様はもっと隅っこで細々と仕事せい。国王閉会の侮辱か？許さんぞ。ワンオペで止水をさせられるイカれる密偵さん触媒店。ほれ、麗しの主の像でも眺めて、どっかで見たことある回し車を回し続けるのだ。なお水を大量に集めてるのでほぼ意味なし業務である。生産した生理食塩水が自動で半分ドロップオフに送られてるか確認するのを忘れてたのでチェック。足りなかったら下の倉庫に取りに行くだろうから、効率いいかは知らんがやりたいことはできたみたいだな。これにて新工業区のすべての稼働チェックが完了であります。さあ施設は整いライトも高々と夜道を照らしている。好きなだけ残業するがいい。こうして後に不夜城と呼ばれる、眠らぬ残業の城が生まれた。キリキリ働けー。冬の間ボイラーで大量に水消費してたけど、今日の激しい雨で結構回復したね。でも完全回復には遠いからもう少し強化必要そうだ。春5日目、やっとお外が晴れたぞー。雪で見づらくて後回しになってた装飾や、大規模工事にやっと取り掛かれるな。てなわけで、サクッと冬に区画を整備した農地周りの装飾総称区。細かいけど華やかになる楽しい作業。さて資材も潤沢。ついにこの時が来た。私が住まう本丸を建設するぞー。おう私の部屋もここに頼むぜ。あいよ。まずはお城全体の概ねの規模感を把握するために適当に作ってた、積み重ねたアーチを撤去。アーチを重ねた耐震に強そうな設計だったが何の意味もなかったオブジェよさらば。で遠目で見て建設位置を確認中。ちょっと右寄りにした方がいいかな？高さも奥のタワーで確認。本丸の床の高さは二の丸の櫓通路へ、塩分を送れるように同じ高さで調整っと。しれっと二の丸の屋根付き橋が本丸内部に繋がってる。ほんと無駄に防御力にこだわるあたおかであった。そしてこの段差を登るためについに日本の世界遺産、軍艦島の X 階段を採用。明治日本の産業革命遺産、今は廃墟だけど写真とか見るとかっこいいぜ。なお狭いのでここではほぼ撮影ができません。おい。反対側も上り下りのために X 階段を設置。多分みんなエレベーターを使うことになりそう。下打ちすな。当社白麗建設は厳しい耐震基準を設けており、アーチを使い構造物にかかる重さを軽減しております。だが建設中の足場は木製という狂気の沙汰。すごく丈夫な木だから平気。てなわけで大まかな構造が決まりました。
謎耐震基準にのっとり、アーチでアーチを支える無理のなさそうなサイズになった。私が住まう天守閣のコンセプトは黄金の茶室。この倉庫を黄金で満たし渡して図から茶を煎じ、一般開放して10日間にわたる茶会を開くのだ。秀吉がやった茶会の真似事する気か、あいつ初日で飽きて残りが中止になった黒歴史だぞ。私は最後までやるもん。どうだか。建設開始時2000本あった丸太がもうなくなったけん。高層建築だとほんと必要な足場の丸太の量がエグいことになるぜ。精錬された黄金が自動で私の黄金倉庫まで届くように、もちろんコンベアーを設置して自動化をします。完全にネズミたちの財産を私物化する悪徳領主。天下人たる私の住まう天守、雅で豪華でならねばならぬ、ここに噴水を設置せよ。天下人気取りするのは構わんが、これ噴水の配管絶対めんどいやつだぞ。続いてテラス部分最初は清水の舞台みたいに、足場を出した設計にしようと思ったけどダサかったので変更。清水寺に謝れ。反省してまーす。こらこら。てなわけでプラットフォーム使って下の足場を減らしました。でもまだなんだか微妙な見た目。まあ耐震的にも最後は切り石で埋めるだろ。もう少し奥行きある感じを出したいから、さらにプラットフォームを重ねましょ。固定された足場の下にさらに固定された足場を重ねる工法を採用。こんな感じになりそうろ。テラス下にいい感じの開放的空間が生まれた。テラス下もこんな感じで噴水たくさん設置する豪華な設計。ものすごい水の無駄遣い。テラスの方をちまちま装飾を置く。何の意味もなさない、ただ豪華さを追求するだけの場所。それが権力者の権威ってもんよ。権力者であるがゆえ、本丸の鉄フェンスが気に入らないから全部石で作り直せという横暴もまかり通ります。いや無料で交換できるフェンスを自分で置き換えてるだけだからただの DIY じゃねえか。てへー。テラス下の部分が暗いので、ここも外に出られるようにしてライトを設置してみました。暗くても陰影が出て明暗の対比とか出しても良さそうだが、とにかく明るいド派手路線を選択。上から見たときチラッと光る、これが息ってもんよ。正面から見えないところにもこだわる巧みであった。さあ続けてテラスの上の建造を開始するぞー。安直なアーチ連だ。いやーこの下もお茶会会場にしたいから、無粋な足場を出したくなくてねー。足場を隠すのが高層建築最大の難所。はしゃいだネズミたちが落っこちないようにフェンスを設置と。安全確認、よーし。ライトもつけて足元の光源もよーし。天下人たる私が住まう場所、さらなる輝きで世界を照らすのだー。出た講堂の入り口の装飾を使った無駄に明るいランタン。で最上階になる黄金の茶室部分の建造を開始。ここは外からも見える感じで作りましょ。ほぼほぼ限界高度に到達。目がくらむほどのきらびやかな茶室、それこそが私の望むもの。スカランタン連打で物理的に目がくらむ明るさになりそう。黄金の前でお茶を振る舞う私、みんなから慕われること間違いなーし。晩年の秀吉みたいにめっちゃ嫌われるんじゃね？そんななお、お茶会会場へはこちらのエレベーターをご利用ください。X 階段、使う前に役目を得たな。直通にはしないから少し階段も使うよ。エレベーターは装飾で隠れてるので迷わないようにご注意ください。確かにこれはわかりにくい。ライトつけるなりしないと迷子になるな。建設途中で突如側防等を追加したい衝動に駆られたので、気の赴くままに追加工事を開始。その時の気分で突如判断を下す。これぞ暴君の見本だぜ。こんな感じになりそうろー。前に作った側防等よりなんかしょぼい。思いのほか狭かった。無計画設計の賜物。さあ我が世の春、照らせ、もっと照らせー。アホほど眩しいランタン連だ。てかこの光源って何使ってんだ？それは触れてはいけないこの世界の秘密、処されるから知らないふりをしときなさい。怖えな。上をもっと装飾したかったけど上限に引っかかったので断念。草でごまかしてて草。外観は、こんな感じになりそうろー。内装がスッカスカだからここからは階層ごとの作り込みだぜ。今回のテーマは豪華なお茶会だから、各所に椅子と水だるあと茶葉の入ってる定の箱を装飾と。ここからの景色は見晴らし最高。のんびり景色を眺めるのは気持ちが良さそうだぜ。耐震補強のため支柱を連打。さすがにこの建造物支えるのに木製の足場じゃ怖すぎるんだぜ。こちらのテラス下のお茶会場は庶民ネズミ用のお茶会場。下級ネズミは上に登ることは許さーん。意味不明な先民思考、そのうち革命起こされても知らんぞ。でこの一番下の階層は私たちが住まう住居を建てましょ。一番上じゃないのな。エレベーター待つとか嫌だし。ほんとお前せっかちだな。
私たちの家を一段降りた先はちょっとした中庭。ここの右端の通路を通れば、前に建てた倉庫への側房棟の庭園に行けるぜ。ここの足場、だって作ったのお前だろ、ほんと後先考えてねえな。ここもプラットフォーム2段重ねでなんとか半分に減らしたどう？さあ残り半分はどうしたものか。石柱ねじ込んでごまかしたった。あたかも耐震補強のために立ってそうな石柱、これただの飾りです。まだまだ足場が見えてる場所がたくさんあるので、これらを隠すように噴水をねじ込み。また無駄に配管が面倒になることを。そこは気合でなんとかするよ、多分かよ。倉庫などにもアクセスしやすいように、お城の床下部分に行けるスライダーも完備。上りの際はエレベーターをお使いください。こっちにも食堂あると便利かもね。だな。装飾の甘かった部分を修正してるんだけど狭くて設置がしづらい。立体的な動線で床敷いちまうと、壁が邪魔で視点が見えづらい場所が多くて装飾も一苦労だぜ。二の丸防衛時にも使いやすいスライダーと階段を設置。本丸から各城郭への援軍を送る体制は万全。本丸城門も改修して目立つところににゃんこ像を設置。うちの霊夢さんは今更ながら圧倒的にゃんこ派、しかし納税はしたくない視線度であった。ネズミより猫の方が可愛い。でも黄金の方がもっと可愛い。おい。中央の飾り気が足りないなぁ、と思うも高さ上限で諦めてるのず。さすがの匠も世界の断りには逆らえないのであった。本丸外周を守る櫓に入れるようにエレベーターを設置中。二の丸の櫓通路横に設置するあたりが無駄に防衛にこだわってるのがわかる。丸太の在庫が足りない。本丸の床下をすべて固定された足場に置き換えるぞー。これは他のもの設置するときに邪魔になるけど、ここまで工事進んでるしそろそろ置き換えてもいいな。コンベアーと配管は設置済みなので多分これで大丈夫。まあダメだったら適宜修正すりゃいいぜ。内装が適当だったフロアもしっかり装飾を置く。家とか建ててやればいいのにそれをお茶会場にしちゃうのがうちの霊夢さんだ。ここは私の指定なの。1階エレベーター前の高立地の左側が私の家ね。それじゃあ私は右側の家を使わせてもらおうかな。家賃は月額金の延べ棒1本です。高えよつかお前すでに1600本も黄金横領してんじゃねえか。1本1キロで1グラム円換算で25000として、ぐっふっふふ。これやべえレベルの横領事件だ。さて配管工事をして噴水の動作チェックをしましょ。噴水あっても水出ませんじゃさすがにカッコ悪いもんな。まあある程度は繋ぎながら建設したから大丈夫っしょ。噴水試運転、開始。おう流れとる。これにて本丸天守閣の工事完了でありまーす。お疲れ様でした。まあ黄金を入れる倉庫はこれからネズミたちが建設だけどね。そうだな。こちらの方からも外観をお披露目。残業神がネズミたちへ過酷な労働を課し、成し得た終わらぬ労働の白不夜城、いろいろと感慨深いぜ。倉庫の建設が終わって黄金の搬入が終わったら、お茶会を開いて盛大に祝いましょ。その日くらいは祝日にしてやろうな。さてお茶会の準備を、って高級食品がない。おい。残業させよう。鬼かよ。まあ前回追加で高級厨房3件追加して人員育成中だから、しばらくしたら在庫できるかな？需要も多いから微妙なところだな。生産能力の高い勤勉な子とかを優先して教育して生産力を地道に強化だ。先生の所属ギルド変更セミナー開催。てか食品工場の倉庫の設定、高級食材入れるの忘れてたわ。スカ倉庫を空にするの設定したままで忘れてるし、もう完全にグダグダ設定じゃねえか。倉庫100箇所あるけどそのうち全部見直ししないとかな。黄金獲得にはうるさいくせに、ネズミたちの食生活は適当な悪徳領主であった。こら応答派の密偵、何をサボっておるかあ、これ水道管繋がってないやつだ。もっと声を大にして連絡しなさいよ。自分の失敗を部下のせいにする、霊夢さんは悪い子です。さあキリキリ働けー。爪の主万歳。こうしてワンオペ回し車が今日も回った。さてあとは食品の在庫の準備できたら盛大にお茶会を開きましょ。しかしそんな平穏が訪れる前に事件が起きた。はぁ？そうアップデが来たのだ。ここからはバージョン 0.6.183.0 でお送りいたします。このアップデで一部のユーザーが処分に困ってた石材を海に捨てるオーシャンダンプが追加。そして魚の漁獲量が減少するようになった。これから食料生産を頑張ろうってところでなんて無慈悲な。漁獲量はいろいろシミュレーション要素があるようだが、どれだけ漁獲量が減るのかさっぱりわからんな。今まで納税も魚で補ってた部分が多いから、漁獲量が減るなら他の納税方法も考えなきゃだよ。まあいざとなったらお前の黄金使えば平気だろ。それは嫌。
てなわけで突如魚が有限の資源となっちゃったので、まずは追加された魚のマップで魚影を確認。このネズミ魚群探知機を使えるのか。てか概要に魚いるなら船を用意してから実装してよ。使う埋め立てた場所、魚ごと埋めてそう。このシミュレーション、ガバガバな予感。嫌な予感しかしねえ。うちの釣り埠頭はずらっと並べてるからこりゃあっという間に魚枯渇しそう。お、魚のグラフィックが変わって桶の中に入れられてるぜ。桶は一体どこから？海で釣りました。嘘でしょ？へっへ。納税用釣り埠頭、拡張しようと整備したのにこのありさまよ。半日も経たずに早速魚が枯渇。エンジンを使った漁法はさすがに生態系に悪かったか。燻製でジロの方はいくらかマシだけどこっちも時間の問題かな？気軽に移動できないしこりゃ参った。石材足りてないから捨てることはないけど、追加されたオーシャンダンプの研究よろ。一応捨てた場所で漁業に影響が出るらしい。学校で食品衛生の学識セミナーしてもらってたけどこっちの研究優先でよろ。つかそんなもん研究しても意味なくね？家はが白麗紅葉の製品展示場に飾りますので新製品の開発は必要です。うわ、知らん間に紅葉区の前に展示場なんて作ってやがる。これらコンベアーが我が社を支えるテクノロジーでございます。さて魚での納税が厳しくなりそうだから、植林島との間に倉庫を新設して丸太の保管量を増やしましょ。大量の丸太を保管して納税する作戦。黄金保管用倉庫が完成したぞ。黄金を運び込め突き指しそうなレベルの連打で輸送ハブに限界まで金地金を持ってくるように指示した。夜中にこっそり黄金の自動搬出を開始。精錬された金地金が自動的に送られるシステム始動。まあネズミに運ばせた方が早いから、今後も人力輸送はさせるけどね。そして1日が終わり漁獲量のチェック。魚が枯渇して止めた埠頭もあるとはいえ、漁獲量初日で半分くらいになっちまってる。魚はもう高級食材になっちゃったかも。だな。確認したら贅沢品の株や寝具の届いていない家が結構あったので輸送担当を一気に3匹増員。先祖が忍者のマヨちゃんを筆頭に俊敏持ちの精鋭が勢揃い。密輸業者さんが来たけど渡せるものがほとんどないよ。生産の生産量ミスって街灯も生産遅れてるし、切り石も石材消費が激しくてきついし厳しいな。こうなったら農業に力を入れてがっつり密輸で儲けるしかない。そう言いながらコンベアーに流れる黄金を見つめ、ニヤニヤする霊夢であった。おら農家お前たちの働きが足りないから黄金と交換できないじゃないか。残業しろこれは非常にわかりやすい悪徳領主ムーブ。これから農場は一生残業です。ネズミ風呂キャンセル界隈の FE をお風呂に入らせるための公衆浴場がやっと完成。配管の埋没工事に地味に手間取り完成が遅れましたことご近所様にお詫び申し上げます。黄金を使って満額納税だ農業で使う肥料を補給物資で得るために苦渋の決断。ご覧ください、この新鮮な魚の目を。グラが変わったけどやっぱり怖い。ほら高級なお魚だよ。安心な。やぼー。こら目に入れんなよ。ラブコメのツンデレキャラがやりがちだけどリアルでやったらマジギレされるやつだぞ。魚の大量納税はこれで最後だから担当味わってね。しかしこのアップでは参ったね。燻製も作れなくなるだろうし、この規模のネズミを満足させるならかなりしっかり計画が必要だな。てかこっちの埠頭も魚枯渇した。それどころか燻製でジロの漁港もダメだ。終わった。順調なのは私の黄金ちゃんだけ。普段は色々やらかすくせに黄金だけは完璧にこなす。ほんとお前は四川度の鏡だよ。照れますなぁ。褒めてねえよ。さあ輸送ハブ担当もキリキリ運び込めうわ本当に目がくらみそうな金ピカっぷり。へっへっへっへ。そしてコンベアーで上空を登る黄金を眺めつつ、アプで適用2日目が終了。さあ今日の漁獲量はどんなもんかな？で48匹だけ？さすがに嘘でしょ？これが現実です。受け止めてください。さすがに信じられなくて二度見したんだけどやっぱ48匹。3日前まで平均1000匹がこのざま。あばばばばば。黄金ってほんといいよね。現実逃避すな。燻製にする際に少し量は増えるけど、全員に行き渡らせるのは無理そう。もう全員キノコ食だけにしようかな。黄金を稼ぐためなら何でもやる女霊夢。ネズミたちの苦難はまだまだ続くのであった。では本丸が完成して黄金の運搬が始まったけど漁獲量減少で改革を余儀なくされたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。なおこの撮影後にこっそり184のパッチが来てたがパッチノートが公表されてねえ。何が変わってるかわからず今回の内容と差異があるかもしれませんのでご了承をば。
そしてネズミを酷使して建てられた黄金の茶室、果たして霊夢の望む豪勢な10日間の茶会は成功するのか？それとも秀吉のようにただの黒歴史となってしまうのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。